はい、今日は春のごちそうご飯、豆ご飯を作っていきます。春野菜グリーンピースで、作る豆ご飯のレシピですが、主に大きく分けて2通り、あります。豆をですね、一緒に炊き込んでしまう炊き込みのパターンと、豆を別茹でして後から混ぜるパターン。この2通りありますが、どちらも長所とちょっと短所があります。一緒に混ぜる、一緒に炊き込むパターンは、まずですね、長所は手間がいらない。別茹でする必要がないので簡単にできます。ですが、炊き上がり、豆の方がですね、茶色く変色したり、あとはシワができやすくなったりします。簡単ですが、見栄えがちょっと悪くなってしまうっていうことですね。別茹で、後から混ぜるパターンはですね、豆の方は緑色の色が、ずっと保っててですね、綺麗なんですが、豆の、手間がかかってしまうのと、あと豆の風味がですね、一緒に炊き込まない分、ちょっと、ご飯の方に移りづらいっていう、短所があります。なので、この長所と短所、両方をですね、ごちゃ混ぜにしてですね、いいとこ取りしたレシピ、今回は紹介していきます。僕のレシピはちなみに後混ぜで、やっていきます。早速では作っていきましょう。はい、まずグリーンピースの方ですね。今日は、2合作ります。グリーンピース、このさや付きの状態で 200g 用意しました。1合につき、だいたいさや付きで 100g ぐらい、用意してもらえればいいかと思います。これをですね、豆とこのさやの方に、分けていきます。さやの方も今日は、使いますんで、捨てずに取っておいてください。はい、この豆を剥く作業をひたすらやっていきます。はい、剥き終わったらですね、この鞘の方ですね、鞘の方しっかりと水洗いの方をしてください。水洗いしてからこの鞘を今度はですね、茹でていきます。はい、では鞘だけ水に入れて茹でていきます。水の分量は 400ml 入れてます。2合に対しての分量、2合がですね、お水換算だと 400ml なんで、お米炊くときにですね、この煮汁使いますんで、この煮汁余らないように、最初からぴったりのミリリットル分量で、煮ていきます。蒸発しちゃうんで少し足んなくなると思うんで、足んなくなった分は水足せばいいかなと思います。あと塩はしないで、これ真水の状態で、水から茹でてください。20分ほど茹でていきます。20分以上煮ちゃうと今度苦味成分出てきちゃいますんで、20分ぐらいが限度かなと思います。中火で、トロトロと煮ていきます。はい、ではお米の準備していきます。お米はですね、最初に、触れる水、最初にこいつにかかる水ですね。その水分を一番よく吸ってしまうので、その水分がですね、すぐに流れ出るようにザルでですね、最初のファーストタッチのお水はすぐに、洗い流れるようにしてください。これボウルの中でやるとですね、この濁った水、お米の方はですね、一番最初に吸っちゃいますんで、そうするとちょっと美味しくなくなっちゃうんで、最初の水は洗い流れるように、こう、ザルで流してやってください。はい。その後ですね、研ぐ作業に入っていきます。お米を研ぐ理由はですね、表面の酸化したぬかですね、それを取り除くっていう作業になります。なのでですね、あんまり研いじゃうと、お水がこれ、透明になるまで、研ぐような感じにするとですね、お米どんどんちっちゃくなっていくだけなんで、あんまり意味がないんでですね、もう回数だけ決めて、お水を2回か3回ですね、変える程度で、いいと思います。無洗米に関しても最初のお水ですね、はですね、酸化したぬか最初ついてるんで、それが吸っちゃうと美味しくなくなっちゃうんでですね、洗い流れるように、ざるでですね、流水して、やると美味しく炊けます。はい、飲み込むようにですね、お米の方、研いでやって、あんまりギュッギュやると美味しくなくなっちゃいます。割れちゃったりしますのでね。はい、もうこんな感じで、いいと思います。一回水を切ってやってですね、ここに、ゆっくりと透明な水を入れてやります。
お水の方をですね、吸わせてやるために、この状態で1時間以上ですね、ちょっと寝かせてやります。この作業結構大事で、早炊きすると芯が残ったりとかすると思うんですが、しっかりとですね、米一粒一粒に水を吸わせてですね、一個一個に水を蓄えて、やることによって、粘りとか甘みとか旨み、これがですね、一層引き出る炊き上がりになっていきますんで、しっかりと1時間ぐらい吸水させること、これが、大事になってきます。はい、20分経ちました。皮だけですね、取り除いていきます。皮はですね、この後、もうちょっと使い道がないので捨ててしまいます。煮汁の方にですね、緑色のちょっと色がついておりますんで、風味がしっかりと映ってると思います。はい、ちょっと画像では分かりづらいですが、色がちょっとついてます。はい、ここにですね、小さじ1杯の塩ですね、塩、塩味を入れてあります。今回の豆ご飯、塩味は今入れた塩の小さじ1杯だけです。この塩味をずっと最後まで使います。はい、そしたらですね、剥いた豆の方入れていきます。はい、豆の方の煮る時間は、だいたい5分ぐらいで、いいと思います。はい、5分ほど煮ましたんで、これで火を止めて、粗熱を取っていきます。豆をですね、この煮汁から出してしまうと、温度差で、豆の方にシワが入ってしまいますんで、この煮汁に浸かった状態で、豆と煮汁、両方とも冷やしていきます。はい、豆の方ですね、ざると、ボウルの方の容器に、分けてですね、触ってみてですね、人肌ぐらい、になったらですね、豆の方もう揚げて、大丈夫と思います。十分汁気を切ってですね、この煮汁の方、こいつをですね、炊き込むご飯の方に使っていきます。はい、ご飯の方ですね、1時間ぐらい浸水しました。つけといた水の方ですね、これ1回ですね、水しっかり切ってください。この水で、炊くと、この黒がですね、水の泡になっちゃいますんで、この水は、しっかりと切ってですね、捨ててしまいます。お米の方ですね、お水に浸しておくとですね、お水吸ってるのが多分見た目でわかると思います。白っぽくですね、変色しておりますんで、これが美味しくなるご飯の色になってます。この状態になったらですね、炊飯ジャーの方に、入れていきます。よいしょ。はい、今回炊くときにですね、日本酒の方を入れていってください。料理酒でも構わないです。大さじ2杯ですね。お酒はですね、ご存知の通り、原料が米になってます。米の旨味がこいつ凝縮した汁なんですね。なので、お米炊くときに日本酒入れてやると、アルコール分だけ飛んで、米の旨味が残りますんで、美味しいお米、炊けます。ほんの少し気持ちだけ、入れてやればですね、十分かと思いますんで、ぜひとも、普段のですね、白米の炊飯の時にもやってみてください。はい、あとですね、先ほど分けた煮汁ですね。こいつを入れていきます。目盛りの部分まで、入れてやってください。多分足らないと思いますんで、その分はですね、お水の方を足して、炊飯していってください。はい、あとは炊飯器にお任せになりますが、炊飯器のですね、メニュー、早炊きのモードがもしあればですね、早炊きのモードで、炊いてください。今回先にお水吸わせてますんで、早炊きで、早炊きの方が美味しく炊き上がります。普通のですね、炊飯だと、お水を吸う時間もメーカーさんの方が計算して作ってありますんで、ちょっと時間がかかっちゃいます。早炊きの方がですね、美味しくできますんで、ぜひともこのモードで炊いてみてください。はい、じゃあ行きましょう。はい、炊き上がりました。確認してみましょう。いい具合に炊けてますね。
はい、軽く混ぜてやったらですね、もうこの中でですね、この先ほど分けたグリーンピース、混ぜていきます。取り出しておひつとかで混ぜるとですね、今度また温度変化がしちゃいますんで、この中で、熱い釜の中で、混ぜてやるとですね、ふっくらと仕上がります。はい、今日は、グリーンピースでですね、豆ご飯作ってみました。これで完成になります。